皆さんこんにちは。今日はイスラエルの IKEA に行ってきました。日本でもおなじみの IKEA の外観ですね。青い壁に黄色いロゴ。この IKEA はショッピングセンターの中の一角にあります。 IKEA に来たついでに買い物もできて便利ですね。 IKEA の入り口にはガーデンファニチャーがディスプレイされていますね。こういうのを見ると気分が上がってきます。さて IKEA 名物のエスカレーターに乗って2階に上がっていきたいと思います。まずは2階のショールームに行きます。モデルルームがたくさんあって楽しいんですよね。入り口にはいきなり大きなキッチンのディスプレイがありますね。小物も入り口にすでに展示してあります。こんなキッチンだったら毎日料理するのも楽しいでしょうね。でも広すぎて掃除が大変そうです。このお部屋かわいいですね。一人暮らしだったら IKEA で家具を揃えたらかなりおしゃれな部屋になりますね。ベッドルームもおしゃれです。色も素敵ですね。クローゼットも使いやすそうです。このキッチンもかわいいです。白いキッチンやっぱり憧れますね。このリビング落ち着いた時間が過ごせそうです。この壁紙も素敵。色の使い方がおしゃれです。これは90度回転した部屋です。トリックアート部屋という感じです。無重力空間で撮ったような写真が撮れます。テーブルの上にグリーン素敵ですね。これはフェイクグリーンなんですがリアルですね。白いキッチン素敵です。天板が白っていいですね。お鍋や調理道具をこうやって壁にぶら下げるスタイル憧れます。このキッチン使いやすそうです。今日はこれを買いに来たと言っても過言ではありません。お鍋の蓋の置き場所にいつも困っていたので今日はこれを買ってみたいと思います。調理器具やキッチンの収納道具を見るのは楽しいですね。ぶら下げて収納するタイプのものを探していたんですが、これはちょっとサイズが大きいかもしれません。さて2階も終盤に差し掛かってきたのでここでランチにしようと思います。 IKEA 名物 IKEA レストランです。平日ということもあって空いてますね。昔来た時はかなりごった返していた記憶があります。カフェテリアスタイルでトレイを持ってまず冷たい料理やデザートを取ってからカウンターに行ってお店の人に料理を注文するという形です。びっくりしたのがまず料理の数が劇的に少なくなっていました。数年前はサラダやデザートがいろいろ選べてお寿司まであったんですが冷たい料理は全くありませんでした。温かい料理も以前はいろいろあったんですが今はミートボール、サーモン、お肉の串焼きしかありませんでした。量としては1人前のボリュームがかなり大きいのでいつも量が多すぎるので今回はキッズミールのミートボールをオーダーしてみました。ご飯とフライドポテトとインゲンのソテーも一緒に食べたかったんですがそのうちどれか一つしか選べないということだったのでご飯を選びました。なんか寂しい感じではありますがミートボールは美味しかったです。カフェテリアの横にはビストロがあってサンドイッチやホットドッグなどが食べられます。さて今度は1階に降りてマーケットホールに来ました。ここからが本気の買い物モードになります。まずはキッチン用品ですね。一番買い物に熱が入るエリアです。ありました。目的のお品。テフロンじゃないフライパンを探していたんですがこれは良さそうです。ハンドル部分もステンレスなのが気に入って購入しました。まな板もいろいろありますね。可愛いデザインを見つけるとつい買いたくなってしまいます。小物もたくさんあって楽しいです。お鍋もいろいろありますね。これは何でしょう。中の部分がシリコンでできているんでしょうか。気になります。これは私も愛用しているフリーザーバッグです。これ本当に便利です。サイズもいろいろあるので使い勝手がいいですね。この手袋気になります。これもいろんな人がおすすめアイテムにしていますよね。いつも買おうか買うまいか悩むんですが色が濃くて存在感がちょっと強いのでいつも迷います。でも家に帰ってきてからやっぱり買えばよかったと後悔しています。次に来た時に購入しようと思います。お皿もいろいろありますね。これ以上うちのお皿を増やすことは収納上無理なんですが見るだけで楽しいです。グラス類もシンプルでかっこいいですね。
このクッキーすっごく美味しいんです。IKEA に来るたびに買ってしまいます。全部で4種類あって全部美味しいんですが、おすすめはこのオレンジシンズ。洗面台周りもいいですね。今から家を作るんだったらこんなすっきりした洗面台を置きたいですね。白は清潔感があっていいですね。このシェルフユニット、買おうか買うまいかすっごく悩んだんですが、やっぱり買えばよかったと思っています。お風呂場周りの収納に使いたいんですが、次回来た時に購入しようと思います。これも同様です。買えばよかったと後悔しているので次回買います。お洗濯周りのツールや大きな収納も IKEA ならではという感じですね。このゴミ箱もすごく迷ったんですが、結局買わずに帰ってしまい、今後悔している一品です。買って後悔することはほとんどないので、やっぱり迷った時に買うのが一番ですね。照明も可愛いものがたくさんあります。間接照明がおしゃれですね。ちょっと和風のものもあったりして、それも楽しいです。吊り下げ型の照明やスポットライトも素敵ですね。牛さん柄のラグですね。ラグはシックな色味が多いですね。鏡も買いたかったのでじっくり見てみました。お値段も手頃でサイズもいろいろあって、何しろデザインがシンプルなのがいいですね。花瓶やフェイクフラワーコーナーですね。フェイクフラワーは遠くから見ると本当にリアルで綺麗です。フェイクフラワーやフェイクグリーンはイスラエルで大人気なんです。イスラエルは暑い季節が長いので、特に夏は花がすぐに枯れてしまうので、普通は生花を飾るという人はあまりいません。もちろんプレゼントで花を贈るというのはよくあることなのですが、自分で生花を買うということはあまりないようです。キャンドルやアロマコーナー、いい香りでこのエリア大好きです。色もカラフルです。キャンドルは消耗品ということで、ついついいろいろ買ってしまいます。次はフェイクグリーンコーナーです。こちらはさらにリアルでほとんど本物に見えます。以前はフェイクはちょっと思っていたんですが、これを見ると水やりもいらないし、枯れないし、虫もつかないし、フェイクの方がいいんじゃないかと思い始めてしまいます。これはすごいです。貼るだけでアートプラントが作れるスナップ式のフェイクグリーンですね。ここではこうやって柱に貼っているんですが、うちの庭にある柱でも試してみたくなりますね。どのグリーンもお花も本当にみずみずしくて、つい買ってしまいそうになりますね。イスラエルの人に人気なのも納得できます。ほんの隅っこの一角に本物のお花の鉢植えコーナーがありました。さて、これからレジに向かいます。その前にセルフサービスエリアで欲しかった鏡の最終チェックをしたいと思います。セルフサービスエリアはご存知、倉庫のような場所で、商品のタグに書いてある列と棚の番号をスマホで撮影しておいて、その番号の場所を探します。ありました。他の商品と一緒にディスプレイされているのを見るのと、単品で見るのとでは感覚が違うので、ここで念入りにチェックします。一つで見ると意外と幅が狭いので、今回は買わないことにしました。さて、レジに到着しました。セルフレジを選ぶか普通のレジを選ぶかいつも迷いますが、普通のレジに並んで無事支払い完了しました。さて、お家に戻ってきました。今日の購入品を開けていきたいと思います。まずはスマホスタンドです。以前ダイソーでプラスチックのものを買ったんですが、やっぱり見た目としてはこの木製のスマホスタンドがずっと気になっていたので購入しました。重複して同じアイテムを持つのは良くないかなとも思ってみたんですが、10シェケルということで330円ちょっとなので試しに買ってみました。次にこの鍋の蓋のオーガナイザーですね。仕上がりのイラストがついています。金属製なので結構重いです。これは組み立て式になっていて、箱を開けるとこんな感じで部品が入っています。ベースとなる本体とネジ式の棒が入っています。組み立ての説明書を見ると、ネジ式の棒を本体に一本一本つけていく感じですね。ドライバーがいらないので手軽にできますね。
全部つけるまでは結構根気のいる作業ではあります。蛇腹式の本体なので、鍋の蓋の厚みや形に合わせてサイズを調整することができます。ただこのままだと全部の棒が同じ間隔になってしまうので、蓋だけではなくてフライパンとか薄手の鍋とか厚みの違うものをここに置きたい場合は、棒を外して広い間隔を作ることもできるので便利です。今度はフライパンです。テフロンじゃないフライパンを探していたんですが、これは良さそうです。ハンドル部分もステンレスなのが嬉しいです。ステンレスなのでお手入れも楽で、鉄のフライパンのように錆の心配もないのがいいですね。焦げ付きやすいところだけ気をつけていこうと思います。ステンレスのフライパンは丈夫で長持ち、一生ものということなので大切に使っていきたいと思います。次は油跳ね防止用蓋ですね。今日購入したフライパンにもぴったり。これはずっと気になっていたんですが、今日やっと購入しました。水分を飛ばしたいけど油は飛ばしたくない料理をするときにやっぱり必要と思って買いました。買って正解でした。油跳ねがかなりなくなり、料理の後のガス台の片付けがとっても楽になりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこんな感じでイスラエルでの生活情報をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録してくださいね。